マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、今日はですね、3.11 についてお話ししていきたいと思います。で、この3.11とは3月11日のことで、2011年3月11日に発生した東日本大震災のことを言います。で、本当にこの日はね、日本人にとって忘れることのできない日です。で、今日はその3.11について私の経験も含めてお話ししていきたいなと思っているんですけど、今日のテーマはもしかしたら少し重たい内容に感じるかもしれません。でも私は悲しみを伝えたいわけではなくって、知ることだったり忘れないことの大切さを皆さんと一緒に考える時間にできたらいいなと思って、今日はこのテーマを選びました。そして現在ね、日本に住まれている外国人の方や、これから日本に旅行に来る方も多いかなと思います。で、日本に滞在している時に、もし大きな地震が来たらどうすればいいのか、地震への備えだったり心構えについてもお話ししていきたいと思っていますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。それからこのマイの日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっております。興味がある方はぜひ概要欄をご覧ください。はい、ではまず最初にご存知の方も多いと思いますが、3.11にどんなことがあったのかについて少しお話ししていきたいと思います。2011年3月11日午後2時46分、日本の東北地方を中心に大きな地震が発生しました。で、その時、本当にとっても強い揺れだったので、多くの人が立っていることすら難しい状況だったと言われています。で、当時私は埼玉県に住んでいたんですけど、その日、私は家にいました。で、その時、友達と電話をしていたんですけど、その友達は東京に住んでいる子だったんですね。で、こう話をしていたら、その友達が最初に、あ、地震だって言ったんですよ。で、その時はまだ私の家は揺れてなかったんですよね。で、本当にって、大丈夫っていう感じで聞いたんですよ。そしたら、その友達が、やばい強いって言って、そのまま電話が切れちゃったんですね。で、って思ったら、その瞬間、下からドーンと突き上げるような感じの揺れが最初に来て、で、その後、すごい強い揺れが来たんですね。で、その日、たまたまお母さんも家にいて、で、やばいと思ってね、お母さんのところにすぐに駆け寄りました。で、その時、家でリーちゃんっていう名前のワンちゃんを飼っていたんですけど、もう私たちがその強い揺れでパニックを起こして、もう悲鳴を上げているし、で、すごい揺れていたので、リーちゃんもパニックを起こしちゃったんですよ。で、そしたらリーちゃんがぐる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 って回り出しちゃって、で、それを見て、あ、やばい、リーちゃんのこと守らなきゃって思ってね。で、慌ててリーちゃんを抱きかかえたっていうのを今でも鮮明に覚えています。その後、とっても大きな揺れが1分以上続きました。で、本当に長い間ずーっと揺れていたんですよ。で、私が住んでいた埼玉県南部は、震度5強でした。で、この震度っていうのは、その場所がどれくらい揺れたかっていうのを表す、揺れの強さを表す言葉です。で、震度7が一番強い揺れです。
震度5強だと棚のものが落ちてきたり、あとはちゃんと固定していない家具とかが倒れてくるっていうことがあります。で、立ってるだけでも少し不安定に感じるくらいの強い揺れです。で、私はそれまで本当に小さい頃から数えきれないほどの地震を経験してきましたが、あの日の揺れが今まで一番強い揺れでしたね。この地震によって首都圏でも多くの公共交通機関が運行を中止しました。で、それによって道路が混み合ってタクシーとかその時運行していたバスも渋滞に巻き込まれてしまって帰宅困難者がたくさん出てしまいました。で、私の友達も何人か帰宅困難になった子がいたんですけど、そのうちの一人の友達はその日、用事があって都内まで出かけたんですよね。で、家は埼玉でした。で、埼玉から都内に出かけたんですけど、その都内にいる時に地震が起きました。それでもう電車とかも全部ストップしちゃったので、家に帰る方法が徒歩しかなかったんですね。歩く。もう歩くしかなかったんですよ。それで、そこから都内から10時間以上かけて自宅に帰宅したそうです。首都圏では交通の混乱が大きな問題となりましたが、被災地ではさらに大きな被害をもたらしました。それが地震後に発生した津波です。岩手県、宮城県、福島県を中心に高い津波が町を襲って家や建物、そして人々を飲み込んでいったんですね。で、ニュースで、津波の映像を見たときに本当に言葉が出ませんでした。なんか、もう本当にまるで映画のワンシーンを見ているような、うん、これって CG なんじゃないかなって、本当にそう思ってしまうほど、目を疑いたくなるような衝撃的な映像でしたね。で、街に津波が押し寄せていく様子を見た時に、初めて自然の恐ろしさっていうものを強く感じましたね。うん。本当に、ああ、自然の力には勝てないんだなって、思いました。この東日本大震災で亡くなった方々は約1万5900人です。そして現在もまだ約2500人の方々が行方不明となっています。はい。本当にこの震災で本当にたくさんの方々が亡くなってしまったんですけれども、その中でも私が忘れられない人がいます。宮城県南三陸町で防災対策庁舎に勤めていた遠藤美希さんという方です。で、津波が町に迫っていた時にね、彼女はこの庁舎の放送室から住民の方々に向けて何度も何度も避難を呼びかけていました。津波が来ています。高い場所へ避難してください。この遠藤さんの呼びかけで多くの方々が避難することができて命を救われた方がたくさんいました。で、当時の予測としては津波の高さは6メートルと言われていたんですが、この防災対策庁舎の高さは屋上に行けば12メートルなので、遠藤さんはギリギリまでアナウンスしても十分避難できると思っていたんですね。でも実際の津波の高さは15.5メートルでした。あっという間に津波はね、その防災対策庁舎を飲み込んで、遠藤さんを含めたたくさんの方々が津波に流されてしまいました。で、この被害によって、防災対策庁舎の屋上にいた町の職員や地域住民の方など43名の方が亡くなりました。そして遠藤さんのご遺体は数週間後に
見つかったそうです。で、私はこの遠藤さんのニュースを見た時に、私が真っ先に思ったことは、どうして自分も危ない状況だったのに、ずっと避難を呼びかけたのっていう思いでしたね。うん。本当に遠藤さんがした行動って、すごい勇気ある行動だと思うんですけど、そう思う反面、私だったらきっとできないだろうなっていう風に、そういう風に思ったのが正直な気持ちでした。うん。で、本当に最後までね、その防災無線で、避難を呼びかけ続けた遠藤さんの行動は、多くの人に知られることになり、で、埼玉県の、公立学校で2012年4月から、道徳教材として掲載されました。で、その教材では、天使の声っていうタイトルで取り上げられて、遠藤さんの勇気ある行動と優しさが多くの人にね、伝えられています。はい。本当に彼女のニュースは、ただ悲しいっていうだけの出来事ではなくって、その彼女の行動を通して、私自身も本当にいろいろなことを深く考えさせられましたね。うん。あの、亡くなった方々の出来事を忘れないためにも、この震災を大切な教訓として受け止めて、いつ起こるかわからない自然災害に備えることの大切さを改めて感じましたね。で、この教訓っていうのがどういう意味かっていうと、経験や出来事から学ぶ大切な気づきや学びのことを言います。じゃあ実際に、地震が起きた時に慌てず行動するためにはどうしたらいいのかっていうね、基本的な行動についてお話ししていきたいと思います。まず最初に揺れを感じたら、玄関やあとはホテルとかね、扉を開けて、で、非常脱出口を確保してください。で、強い揺れが起きると、こう建物やドアが少し歪んでしまうっていうことがあるんですね。で、そうするとドアが開かなくなるっていうことがあるので、こう部屋の中に閉じ込められてしまう危険性があります。そして地震っていうのは1回では終わらずに余震が続くことが多いです。はい。で、火災だったり、ガス漏れ、あとは津波などね、すぐ避難が必要になるっていうケースもあるので、こうすぐに外に出られる状態にしておくっていうことが大切です。そして、もし大きな揺れが来たら、丈夫な机やテーブルの下に隠れてください。で、その時、近くにクッションなどがあれば、クッションで頭を守ってください。本当に頭を守ることが一番大切なので、とにかく頭に物が落ちてこないようにしっかりと守ってくださいね。そして、こう大きく揺れている時に、あ、外に逃げなきゃって思って、こう外に出てしまうっていう海外の方もいると思うんですけれども、揺れている最中に外には出ないようにしてください。で、強い揺れっていうのは長く続いてしまう時もありますが、多くの場合が大きい揺れっていうのは1分ほどで収まります。なので、こう揺れている最中に慌てて外に出てしまうっていうのは本当にとても危険です。で、もしその揺れている時に外に出てしまうと、看板とかガラスがこうバーンって落ちてきたりね、あとは外壁、外の壁、外壁とかも落ちてくる恐れがあります。で、あとはブロック塀だったりとか、あと自動販売機
とかも倒れてくる場合がありますので、本当に危険です。あとは足元、もう道とかに割れたガラスだったり、倒れたものが散乱している場合は、怪我をしてしまうっていう危険性があります。なので、まずは、机の下に隠れる。そして頭を守るなどして、しっかりと安全を確保してください。で、揺れが収まってから周囲の状況をよく確認して落ち着いて行動するっていうことが大切です。ここで日本に住んでいる外国人の方や日本へ旅行に行かれる方にぜひ知っておいてほしいアプリを一つご紹介します。セーフティーティップスという、防災アプリです。で、このアプリは日本で地震や台風、大雨などの災害が起きた時に緊急情報をすぐに知らせてくれる外国人向けのアプリです。で、大きな地震が起きた時には、地震速報や津波警報などがプッシュ通知で届くようになっているので、テレビを見ていなくても状況を知ることができます。あとは日本語だけじゃなくって、英語、中国語、韓国語など複数の言語にも対応しているので、日本語に自信がない方でも安心して使うことができると思います。あと便利なのが避難行動のガイド機能ですね。地震が起きた時にどう行動すればいいのか、あとは津波の時、どこへ逃げればいいのかっていうのがイラスト付きでわかりやすく説明されています。そして、現在地の近くにある避難所を地図で確認することもできるそうです。で、旅行中はね、土地勘がないことが多いので、この機能はとても心強いと思います。で、この土地勘っていうのが何かっていうと、その場所に長く住んでいたり、何度も行ったことがあったりして、道だったり、駅、お店、あとは近道などを分かっている感覚のことを言います。なので、土地勘がないっていうと、本当にその地域のことを全くわからない。どこの道に行けば駅に着くのかとかもわからない。そういったことを土地勘がないと言います。日本は災害が多い国ですが、事前に情報を得る準備をしておくだけでも不安を大きく減らすことができると思います。なので、日本に住んでいる方はもちろん、日本へ旅行に行く予定がある方も、安心のためにね、このような防災アプリをスマートフォンにダウンロードしておくことをお勧めします。最後に Yahoo! ジャパン、そして LINE が行っている検索は力になるという企画についてお話ししたいと思います。知っている方もいらっしゃると思うんですけど、これは毎年3月11日の24時間限定で行われているチャリティー企画で、Yahoo! や LINE で3.11と検索するだけで、検索した人の代わりに Yahoo! が1人につき10円を被災地の支援団体へ寄付してくれるっていう仕組みになっています。なので、実際に自分のお金を直接募金するっていうことはありません。検索するだけで誰でも支援に参加できるっていうね、とてもシンプルな仕組みです。で、この企画の目的は震災を忘れないこと、そして東北の復興を支えることです。で、この復興っていうのがどういう意味かっていうと、壊れた街や生活を元通りにすることです。この活動は2014年から続いていて、今では多くの人に知られています。2025年3月11日には1000万人以上の人が検索に参加して、検索による寄付金は上限金額の5000万円に達しました。さらに、そこに募金なども合わせて約5800万円が被災地へと届けられたそうです。
で、募金っていうと、手続きが難しそうだったり、あとはお金の面でハードルを感じる方もいるかもしれません。でも、検索という普段からみんながしている行動であれば、誰でも気軽に支援に参加することができるので、すごくいい取り組みだなと思います。なので、もしよければ皆さんも今年の3月11日、Yahoo や LINE で3.11と検索してみてください。この取り組みは小さな行動でも支援につながるっていうことを教えてくれるとても温かい活動だと思います。はい、今日はですね、3.11について私の経験も交えながらお話ししました。ちょっと、重たいテーマではありましたが、このエピソードを通して3.11という出来事や、その時日本で何が起きたかっていうのをね、皆さんに少しでも伝わっていたら嬉しいなと思います。そして日本に住んでいる方や、これから日本に行く方にとっても、地震は決して珍しいものではなくって、いつ起こるかわからない自然災害です。もし日本に滞在している時に地震が起きた場合でも、落ち着いて行動ができるように日頃から少し意識しておくことが安心につながるのかなと思います。今日のお話が災害について考えるきっかけになってくれたら嬉しいです。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。またね。